皆さんこんにちは。星の魔法を使う真面目なライブ VTuber&V シンガーの小道くわりです。私は日本の技術を応援しておりますですよ。日本は美しいジャパニーズビューティフル。はい、皆さんこんにちは。旅する花屋フロリスト新こと太田新平です。はい、2024年もうスタートしましたけども、皆さん、今年の目標決まってますでしょうか。はい、僕は、今年はですね、喋ろうと思います。はい、こんだけ YouTube やっといてね、まだ喋るのかっていう話だと思うんですけども、未だにね、僕ね、やっぱ喋るの苦手なんですよ。で去年はね、前にも紹介したことあると思うんですけども、ラジオトークっていうね、音声配信アプリですね。そちらを使って喋る練習を、していました。でね、最近、昔の僕のね、最初の頃の YouTube、見て聞いてみたんですけども、まあひどいね。皆さんもちょっと見てみますか。こんにちは、ポッシブル可能性の会の太田です。家族層の成果祭壇の解説をしていきたいと思います。はい、もうこんな感じですね。もうロボットかっていうぐらいだね。大根役者ですよね、ほんとね。はい。まあ同じね、花道、オッサンズマムの、メンバーでもある、田中さんにもね、いや太田さんはやっぱフリートークの方がいいっすねって言われましたからね。はい、そんな感じで、今年は、もっとね喋るのが上手になるように、練習していきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、それでですね、先日、花屋の新しい会、結成しましたっていうね、報告させていただきました。たくさんの方見ていただいてありがとうございます。名前はね、花道というね名前に決定しました。で先日の動画の方で、まあ、簡単に活動のね内容の方も、説明させていただいたんですけども、もっとね一つ一つ詳しく、説明していきたいかなと思って、はい、今回動画上げさせていただきました。よろしくお願いいたします。はい、で今回なんですけども、まず一番ね、今までも僕がよくやっていた仕事、大型成果祭壇の施工ということについてね、お話ししていきたいと思うんですけども、まあ大きくね、分けると、依頼する側、ね、困っててね助けてほしいよって言ってる側と、依頼される側、はい、施工する側ですね。はい、遠い場所でもいいから行って力を試したい、お手伝いしたいっていう方と、まあ2つの方向からのね見方ってあると思うので、まあそれぞれね、どういうねメリットがあるかっていうのをね、詳しく説明していきたいと思います。はい、最初なんですけども、依頼側、困ってる方ね、困ってるお花屋さん、葬儀屋さんの方の目線から、メリットをね説明していきたいと思います。はい、一つ目は一時的な戦力の補充。はい、家族層が増えてきている現在で、まあ大型の成果祭壇を作れる職人を抱えていないお花屋さんとか、葬儀社の成果部とかが増えてきてます。まあ、突然ね、大型の成果祭壇って入ることがあるんですけども、まあ多分ね、まあお花屋さんの規模だったり契約している葬儀社の、数にもよると思うんですけども、まあ年に数回しか入らないと思うんですよ。その年に数回のね、ためにね、そのぐらいのね大きさの、成果祭壇をさせる職人を雇うということはやっぱり人件費もね、結構かかってくると思うんですよ。まあそうするとね、経営の圧迫にもつながると思うので、まあそういった大型成果祭壇が入ったときは、まあ僕たちをね、呼んでいただければ一時的にね御社のお手伝いさせていただきますという、ことになっています。はい、で2つ目ですね、近隣の花屋には頼みづらい、はい、ありますね。はい、まあ、地域によってはなんですけども、まあ、大型成果祭壇が入った時に、近くの近隣のお花屋さんたちが助けてくれるんだよねっていうネットワークを持っている、地域もあるんですが、まあ、基本的にはね、もちろん表面上はね挨拶したりだとか、まあ、市場であったら声かけたりだとかお話はするんですけども、やっぱり同じね証券の、お花屋さん同士っていうのは、まあ、基本的にはライバル関係なんですよ。なんでまあ手伝い頼みづらいとか、まあそれがきっかけで仕事取られちゃったらどうしようだとか、
ね、会社の内情はあまり知られたくないなとかっていうことってやっぱあると思うんですよ。まあ、考え方ってね、経営者それぞれあると思うので、まあ、そういった時に、まあ、証券の被らない地域のね、職人を派遣して、代わりにね、お手伝いさせていただくっていうのもメリットになるのかなと思います。3つ目ですね、花が揃わない。はい。まあ、大型製菓祭壇ってやっぱりこう花の本数量っていうのをものすごく使うんですよ。まあ、例えばですけども5軒、まあ、5軒といえば約9メーターかな。はい、幅が9メーターで、まあ、高さが2メーターから3メーターぐらいの、まあ、製菓祭壇で言えば、まあ、菊だけでも、まあ、2000本ぐらいですね。菊とかスプレーマム系だけでも2000本ぐらい使うことが予想されます。だから洋花、ね、色ついたお花とかも使うと多分3000本とか、そのぐらい使うことになるんですよ。でただ、まあ、地域によってね、仕入れが、スムーズにできる場所だったり、逆にね、花が手に入らない、地域もあるんですよ。まあ、それはその地域の市場の力にもよるんですけども、まあ、僕が今住んでるところらへんは、まあ、町にね、市場がないので、まあ、隣の町にね、花をね、依頼する、買いに行くことしかできないんですけども、まあ、何せね、青森なんで、まあ、本州のね、最北端、まあ、流通としてはね、あまり良くない条件ですよね。他の地域のお花屋さんたちと、話しててわかるんですけども、やっぱりもう仕入れの金額も違うし、市場に揃う花の品種の量も違うし、全然やっぱり、地域によってね、仕入れの、環境って違うんだなっていうのを、まあ、つくづく感じるんですけども、まあ、大型製菓祭壇が入った時にね、地域によってとか、まあ、季節によってはね、なかなか花が揃わないっていうね、ことも予想されます。まあ、そういった時に、近隣のね、お花屋さんたち、協力してもらって、仕入れをして、代わりにしてもらったりだとか、まあ、足りない分だけね、補充してもらったりだとか、まあ、そういったね、ネットワークを使ってね、なんとか安定してね、仕入れができるように、そういった協力体制も、整えようと思っています。はい。で、4つ目ですね。4つ目、仕事の平均化、社員の負担を減らすということです。はい。大型の製菓祭壇、ね、大きい葬儀が入ると、それに伴ってスタンド花っていうのもね、たくさん、つくことが、依頼されることが多いです。はい。まあ、地域にもよるんですけども、まあ、やっぱり著名人の方が、旅立った時の葬儀では、まあ、一社でね、一つのお花屋さんだけで100本以上のスタンドがね、出るということもね、ざらにあります。はい。なので、まあ、小さいね、お花屋さんだと、まあ、もちろんスタッフがね、少ないと思うんですけども、祭壇をね、作った後に、夜中ね、残業してね、スタンドを作ると。はい。そういったこともね、よくやってましたね、昔は。はい。ただ、それをやると、まあ、従業員の負担がね、とてつもなく増えます。で今は、やっぱりこう、いい環境じゃないとね、労働環境のことって今ね、結構うるさく言われてるんですけども、ね、そんな働き方させてたら、まあ、従業員が離れてしまうっていうのもね、やっぱりあると思うので、まあ僕とかはまあ、少数派のね人間なんで、逆にそうやってね忙しい時をね楽しんで、できるタイプの人間なんで、全然構わないんですけども、多分ねそんな人はね1割もいないと思うんですよ。なんでやっぱりね従業員の負担がね大きくなることっていうのはできる限り避けた方がいいかなと思うので、せめてね製菓祭壇の方は、僕たちにね依頼していただいて、でスタンドの方のねお花の方をね、そこでね、しっかりと安定して、利益を出せるようにしていただけたらいいのかなと。はい。まあそれもね、メリットの一つなのかなと思います。はい、今はね本当労働環境がね重視されてるんで、まあ上手にね、会をね利用していただきたいなと思います。はい。そして、5つ目ですね。はい。社外の職人の技を見れる。はい。これね、ずっと同じ花屋さんで働いてると、まあ前も話したことあるかもしれないんですけども、
その1社のね、10人ぐらいの、10人未満のお花屋さんの中で、やっぱりね、エース級と思うような、職人っていうのは、まあ、1人ぐらいかな。多くて2人ぐらいかな。はい、しかいないんですよ。そして、まあ、どうしてもね、同じ環境でずっと裁断を刺してたり、していると、まあ、どうしてもね、マンネリ化してしまったり、技術的にね、伸び悩むことっていうのがやっぱりあるんですよ。そして、ね、その会社のトップの、作り手が伸び悩むと、それに伴って下も伸び悩むんですよ。はい。なので、まあ、こういった機械にね、大型製菓裁断、入った機械を使って、他の地域のね、優秀な職人の、仕事の仕方、ね、刺し方、技術、まあ、準備の仕方、まあ、ほんとね、インスタグラムとかね、SNS とかでよく製菓裁断の写真ってね、載ってるんで、あ、こんな裁断作ってんだな、かっこいいな、綺麗だなっていうのは見れるんですけども、本当にね、やっぱ優秀な職人の方々の所作、はい、ゴミの捨て方だったり、掃除の仕方だったり、準備の仕方だったり、デザインの書き方だったり、まあ、あるいはこう担当者とね、打ち合わせのするやり方だったり、やっぱりね、僕がね、衝撃受けるぐらいね、本当に、こだわってやってんなとか、そういうところもあるんだねとか、まあ、本当にね、新たな発見が多いんですよね。はい。まあ、そういったところもね、貝を使うメリットになるのかなと思っております。はい。これまでは、依頼側ね、困ってて助けてほしいなって思う、お花屋さん、葬儀屋さん、の、メリットを言ってきました。今度逆にね、会員になって、そういうね、施工してみたい、施工側のメリットですね。言っていきたいなと思います。一つ目、日常の業務以外の収益になる。はい。中にはね、会社のスタッフとしてね、派遣されるという方もいらっしゃるんですけども、副業としてね、会社の休みを利用して、お手伝いに来る方も中にはいらっしゃいます。はい。まあ今はね、花屋さんでもね、副業されてる方っていうのがね、ちょっとずつ増えてきたのかなと思います。まあなぜなら、まあ花屋さんね、前から言ってることなんですけども、あんまりこう、最終的な収入っていうのは高くないんですよね。はい。20代、30代前半ぐらいまでは、まあ他のね、業種のお仕事、されている方ともそんなに差はないんですけども、まあ30後半から40以上になってくると、まあなかなか給料を上げることっていうのはやっぱり難しくなってくるんですよね。はい。そこで、まあこういったね、花屋のね、花道に入っていただいて、そういう大型製菓裁断が入った時にね、声かけますので、まあお手伝い来れる方、まあ、日常のね、業務以外の利益を、生み出せる仕事としてね、ぜひやっていただきたいなと思っております。はい、二つ目、自分の立ち位置がわかる。はい。自分のね、働いてる地域、まあ日常の仕事っていうのはね、そういうところでこなすと思うんですけども、まあこれをね、長くやっていくと、自分がね、実際、全国的にどのぐらいの技術力があるのかとか、ね、どれだけ仕事ができるのかって、まあ正直わからないとこってあるんですよ。まあたまに見るんですけども、まあ自分の会社で自分がね、一番上手くなったからといって、お山の対照的な、感じになってしまう人も、まあよく見るんですけども、まあそういった方々には、まあ僕もよくね、他のね、地域のお花屋さんと交流したらいいんじゃないっていう話はするんですけども、なかなかね、きっかけがないとね、自分のね、力が今、どのぐらいのところにあるのかっていうのはね、わからないと思います。まあそこでね、地域外のね、ところで仕事することによって、まあどれだけね、喜んでいただけるかだとか、まあどれだけね、力を発揮できるかだとか、まあいろんなものがね、見えてきます。まあ、もちろん自分の自信につながったり、あと、まあ課題がね、見つかったりということもね、出てくるので、ぜひね、非日常のね、新しい経験をするということで、さらなる成長につなげてほしいなと思います。3つ目、経験になる。はい、経験ですね。はい、非日常の仕事をすることで、まあ、今までね、経験したことじゃないことをね、経験できるんですよ。
はい。僕もずっとね、38年間ぐらいずっと札幌で仕事してたんで、まあすごい閉鎖的だったなって今なって思います。はい。今はね、本当に SNS を使えばね、まあいろんな地域の人とも交流もできるし、まあ仕事もね、やり取りもできるような時代なのに、まあ本当にね、一箇所で、ずっと仕事をし続けると、全くね、経験値が上がっていかない、頭打ちになってしまう時っていうのが必ず来るんですよね。はい。そして、まあさらに、まあ今までとね、違う人脈ができます。はい。で、今までは自分の先輩だとか、自分の後輩だとか、まあそういった人としかね、花屋業界で知り合いがいなかったのが、まあ一緒にね、仕事をすることで、まあ仲良くなってね、日常的にコミュニケーションを取ってる、方々もいらっしゃいます。はい。やっぱりね、本当に人は人と会って成長するもんだと思うので、まあ、どれだけね、やっぱりいろんな人に会って、その人から、吸収して自分の成長につなげるかっていうことがね、大事になってくるんじゃないかなと思っております。なので、ぜひね、こういったものを、利用して、さらなる成長、さらなる、発展、していただきたいなと思っております。はい、今回も、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、花道入りたい、入会したい、どんな会かもっと知りたいっていう方は、高評価、ぜひお願いいたします。でちょっと花道協力してもらいたいな、こういうことで悩んでんだよなとかっていう、お花屋さん、葬儀屋さんいらっしゃいましたら、ぜひぜひコメントの方入れていただけたら助かります。あとベルマークの通知ですね、通知を受け取るの通知をぜひしていただければ助かります。はい、あとまあ本当にね、気軽に相談だけでもいいので、気軽にしていただければ助かります。一応ね、今会としてやろうかなと思っていることは、何個かあるんですけども、まあ、需要と供給が全てだと思うので、まあ、困っていることをいかにね、解決していくかっていうのが、僕たちのね、会の意義なので、困っていること、小さいことでも全然構いません。こんなのちょっと恥ずかしいなっていうことあると思うんですけども、まあ、全然何でも言ってください。はい。そこからね、新しいビジネスっていうのも生まれる可能性もありますし、いろんなね展開が、できると思いますので、ぜひぜひ困ったことがあれば、おたまでよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。またね。